今日は小金持ちになった瞬間から始まるあなたの人生を脅かす恐怖のシナリオについて警告を込めて徹底的にお話しします。単刀直入に言います。もしあなたが退職金やコツコツ貯めたお金で資産3000万円を超えたのなら、その事実は墓場まで隠し通してください。配偶者にも子供にも親友にも絶対に正確な数字を言ってはいけません。死んでも口を割らない。それくらいの覚悟を持ってください。ようこそお金と自由の航路へ。船長です。今画面の向こうで、船長、何をそんなに怯えているんだ。家族や親戚と喜びを分かち合って何が悪い。銀行はプロなんだから相談するのは当たり前だろう。隠し事なんて水臭いじゃないか。そんな善良な市民の声が聞こえてきそうです。甘い。あまりにも認識が甘すぎます。その善良さこそがあなたを破滅させるのです。はっきり言いますが、資産3000万円、いわゆるアッパーマス層というのは、大富豪ほど守りが固くなく、かといって一般庶民よりは持っている。ハイエナたちにとって最も借りやすい絶好の獲物なのです。あなたが3000万円持っていると知られた瞬間、昨日まで笑顔だった銀行員は、あなたの資産を削り取るハンターに変わり、盆正月に仲良く酒を飲んでいた親戚は、あなたの資産を食い荒らすパラサイトへと表変します。これは脅しではありません。私の周りで実際に起き、家庭が崩壊していった残酷なノンフィクションの事例です。今日は資産を持つことの代償とハイエナたちから身を守るためのたった一つの鉄則、完全なる沈黙について、あなたの脳裏に焼き付くまで徹底的に解説します。もしあなたが退職金が入ったら銀行に相談に行こうかな、子供に通帳を見せて安心させようかなと少しでも考えているなら、この動画はあなたの老後の破滅を食い止める最後の防波堤になるはずです。ぜひ最後まで覚悟を持ってご覧ください。さて、本題に入りましょう。まず、あなたが警戒すべき第一の敵。それは、満面の笑みで近づいてくる銀行員です。あなたは銀行という場所を、お金を守ってくれる場所、市民の味方だと思っていませんか？大きな間違いです。銀行はボランティア団体ではありません。株式会社です。利益を出さなければ潰れる営利企業です。では、彼らはどこで利益を出しているのか。低金利の今、お金を貸しても儲かりません。そう、彼らの最大のターゲットは、金融リテラシーの低い小金持ちから巻き上げる手数料なのです。具体的なシーンをリアルに想像してください。あなたが退職金2000万円を手にし、どう運用しようかと銀行の窓口に行きます。すると、普段は待たされるのに、すぐに奥のふかふかのソファがある応接室に通されます。美味しいお茶とお菓子が出てきます。支店長代理のような肩書きのある人が出てきて、最上級の敬語で丁寧に頭を下げます。〇〇様、長年のお勤めお疲れ様でした。これからの豊かなセカンドライフのために、〇〇様だけに特別なプランをご用意しました。あなたは気分が良くなります。自分も VIP 扱いされるようになったか。社会的に認められたんだと。承認欲求が満たされ、心が解きほぐされていきます。しかし、その瞬間、銀行員の目には、あなたは人間として映っていません。あなたは、ネギを背負ったかも。いや、手数料という肉塊に見えているのです。彼らが進めてくるのは、毎月分配型の投資信託や、外貨建て保険、ファンドラップといった商品です。これらはすべて、銀行が高い手数料を稼ぐためのぼったくり商品です。例えば、購入手数料で 3% を取られます。1000万円預けたら、その瞬間に30万円が銀行に抜かれます。さらに、信託報酬という名目で、
毎年2% 近くが引かれます。解約しようとすれば、また手数料が取られます。つまり、初年度だけで 5% 以上のマイナスからのスタートになるのです。世界最高の投資家であるウォーレン・バフェットでさえ、年利に 10% 程度です。素人が最初からマイナス 5% のハンデを背負って勝てるわけがないのです。彼らは退職金プランという甘い言葉で定期預金の金利を少し上乗せするキャンペーンを張ります。今なら定期預金の金利が年 1% です。そう言われるとお得に感じますよね。でもそのキャンペーンの条件は退職金の半分で投資信託を買うことだったりします。定期預金で得られる数万円の利息なんて、投資信託の手数料数十万円で一瞬で吹き飛びます。トータルで見れば、あなたが大損をして、銀行が大儲けする仕組みになっているのです。あなたが汗水垂らして、40年間かけて貯めた3000万円は、銀行員のノルマ達成のための養分となり、気づいた時には、ボロボロに目減りしている。プロに任せたから安心だと思っていたのに、蓋を開ければ資産が半分になっていた。これが窓口で相談した人のリアルな末路です。銀行員が悪いのではありません。彼らもまた上司から厳しいノルマを課せられたサラリーマンであり兵隊なのです。自分の生活を守るためにはあなたに損をさせる商品を売らざるを得ないのです。だからこそ絶対に相談してはいけないのです。次に、さらに恐ろしい第二の敵について話しましょう。それは、あなたの血縁者、親戚知人です。銀行員との関係は、お金を損して終わりですが、親戚との金銭トラブルは、あなたの精神を破壊し、人間関係を永遠に断ち切ります。お金よりも大切な、思いで焼き綱まで奪っていくのです。資産が3000万円あると知られた瞬間、周囲の人のあなたを見る目が変わります。それまでは対等だった関係が崩れ、嫉妬と依存というどす黒い感情が向けられるようになります。例えば、久しぶりに会ったいとこからこんな電話がかかってきます。最初は世間話ですが、徐々に本題に入ってきます。実は、子供の大学の入学金が足りなくて、事業がちょっと厳しくて、今月の支払いが、お前、退職金が入って余裕があるんだろ。少しでいいから、貸してくれないか。絶対に来月には返すから。彼らの言い分はこうです。お前は持っている。俺は持っていない。親戚なんだから、困った時は助け合うのが当たり前だ。持っているものが、持たざる者に分け与えるのは正義だ。これは、勝手な社会主義的再配分の論理です。しかし、あなたは思います。俺だって贅沢せずに節約して必死に貯めたんだ。貸したら絶対に戻ってこない。その直感は正しいです。個人間の貸し借りでお金が返ってくることはまずありません。貸すのではなく、あげるのと同じです。そう思って断るとどうなるか。彼らは表変します。被害者面をしてあなたを攻撃し始めます。主戦度、金の亡者、親戚を見殺しにするのか。昔はあんなに仲が良かったのに、金を持って変わってしまった。お前は冷たい人間だ。そうやって親戚中にあなたの悪口を言いふらします。あることないこと吹き込まれ、冠婚葬祭の席であなただけが白い目で見られるようになります。あなたは何も悪くない。ただ、自分の資産を守っただけです。法を犯したわけでもない。なのに、あなたは悪人に仕立て上げられるのです。これが、金の魔力です。お金は、人の理性を簡単に狂わせます。3000万円という金額は、一生遊んで暮らせるほどの大金ではありませんが、人の人生を狂わせ、嫉妬の炎を燃え上がらせるには、十分すぎる金額なのです。貸してくれまで理かなくても、おごってくれ攻撃も始まります。飲み会の会計の時、〇〇さんはお金持ちだから、退職金入ったんだから、ここは社長が出してよと、
伝票を押し付けられる。一度でも払えば、あの人は財布だと認定され、毎回たかられるようになります。断れば、ケチと言われ、陰口を叩かれる。どちらに転んでも、対等な人間関係は、そこで終了します。もう、昔のように、損得感情向きで、バカ話をすることはできません。彼らの目には、あなたは友人ではなく、金づるとして映っているからです。では、どうすればいいのか。銀行という名の強盗と、親戚という名のハイエナから、あなたの虎のこの資産を、どうやって守ればいいのか。答えは一つしかありません。徹底的な沈黙。つまり、全力の資産隠しです。鉄の掟を言います。あなたの資産額を知っていいのは、この世で二人だけ、あなた自身と税務署だけです。配偶者にも言ってはいけません。夫婦なのに隠すの？それは裏切りじゃないか、と思いましたか？いいえ、これは家族を守るための優しい嘘です。はい、隠してください。なぜなら、配偶者の口から、情報が漏れるリスクがあるからです。悪気はなくても、ポロッと言ってしまうのです。妻が、近所の井戸端会議で、うちは退職金がこれくらい入ってね、旅行に行こうかって話してるのと、つい見栄を張って、漏らしてしまう。あるいは、夫が飲み屋で、気が大きくなって、俺の資産運用は順調でさ、3000万超えたよと、自慢話をしてしまう。壁に耳あり、障子に目ありです。そこから噂は広がり、ハイエナたちが集まってきます。あの家はお金があるらしい。その噂が立った時点で、あなたの平穏な老後は終わります。セールスマンが押し寄せ、寄付の依頼が舞い込み、怪しい投資話が持ち込まれます。さらに、もっと残酷な話をします。子供にも、絶対に言ってはいけません。成人していても、です。これはショート動画でも言いましたが、親に資産があると知った瞬間、子供の労働意欲は、劇的にそがれます。親父があんなに持ってるなら、俺が必死に働く必要ないんじゃないか。住宅ローンの頭金くらい、出してくれるだろう。孫の教育費も、出してもらおう。将来は遺産が入るから、自分の老後資金は貯めなくていいや。こうやって、子供を、親の金に依存する人間に、変えてしまうのです。親の資産を当てにして、自分の人生設計をサボるようになる。これは、優しさではありません。子供の自立心を奪い、ダメにする、虐待に近い行為です。もしあなたが、子供を本当に愛しているなら、心を鬼にして、隠してください。遺産は、あなたが亡くなった後に、サプライズで渡せばいいんです。生きているうちはお金がない。老後資金でカツカツだ。介護費用で消える予定だと、演技をし続けてください。それが、親としての最後の教育です。これが、資産3000万円を超えた者が負うべき、孤独な義務です。では、具体的にどう振る舞えばいいのか。プロの擬態テクニックを伝授します。まず、銀行に対して、メインバンクには、生活費の数ヶ月分だけを入れておき、残りの資産は、ネット銀行やネット証券に分散させてください。ネット銀行なら担当者はつきません。応接室に呼ばれることも、投資信託を勧められることもありません。あなたと画面だけの関係です。これが最強のセキュリティです。通帳も存在しないので、家族に見つかるリスクも減ります。そして、親戚や知人に対して、羽振りの良さを一切見せないでください。高級時計もしない。車も国産の中古でいい。服もユニクロや島村で十分です。最近、景気はどう？と聞かれたら、眉を下げて、ため息をつきながら、こう答えてください。いや、物価高で大変だよ。電気代も上がってるし、節約しないとやっていけないよ。年金も減るし、先行きが不安で仕方ないよと。このお金がないふりこそが、あなたを嫉妬や悪意から守る最強の鎧になります。
人は自分より苦労している人には優しくなれる生き物です。逆に自分より楽をしている人には攻撃的になります。金持ち兼稼ずという言葉がありますが、あれは正確には、金持ちは金を持っていることを悟られず、喧嘩の原因を作らないという意味だと私は解釈しています。お金を持っていることを自慢して得られるメリットは一時的な優越感だけです。すごいですねと言われる、ただそれだけです。対してデメリットは詐欺、勧誘、借金の申し込み、嫉妬、人間関係の破綻、泥棒に入られるリスク、計り知れません。リスクとリターンが全く見合っていないのです。だから本当に賢い人は口にチャックをして静かに暮らしています。SNS で札束を見せびらかすのは成金のすることです。本物の資産家は無色透明です。能ある鷹は爪を隠す。資産ある者は通帳を隠すのです。想像してください。周りはあなたのことをつつましい普通の初老の人だと思っています。あの人も大変そうだなと同情すらされているかもしれません。誰もあなたにお金の無心に来ません。銀行員もしつこく営業に来ません。親戚とも今まで通りの付き合いができています。でもあなたの懐には誰にも言えない3000万円、5000万円という盤石な資産がある。嫌なことがあればいつでも逃げ出せる。何かあっても家族を守れる。病気になっても最高の治療を受けられる。この秘めたる自信と圧倒的な安心感。これこそが最高の贅沢ではないでしょうか。誰かにひけらかす必要なんてないのです。派手な生活を見せびらかす必要はありません。誰かに羨ましがられる必要もありません。ただ、あなた自身の心の中で、私は自由だと静かに微笑んで言えばいいのです。資産3000万円を超えたあなたへ、今日からあなたは秘密諜報員です。任務はただ一つ。資産を誰にも悟られず、墓場まで守り抜くこと。それができた人だけが、人間関係のトラブルに巻き込まれることなく、真に豊かで平穏な老後を手に入れることができるのです。このチャンネルでは、これからも、50代からの資産形成、守りの鉄則、そして、きれいごと抜きのお金のリアルを、忖度なしで発信していきます。ハイエナたちの餌食になりたくない方、賢く資産を守り抜きたい方、ぜひ、チャンネル登録をして、私と一緒に防御力を高めていきましょう。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。